球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は歴代1話怪獣最強ランキングトップ10ということで、いつもの最強怪獣ランキング動画とは少し違った感じになっています。いつも通りこちらのルールにのっとって人気や知名度、個人的な好みなどは度外視で純粋な強さのみで順位をつけました。ちなみに最下位はクール星人です。そしてウルトラマンタイガのウルトラマントレギアとかウルトラマントリガーのカルミラのような1話にも出てきてるけどシリーズ通しての敵は今回はなしにしています。それでは順位発表です。どうぞ。10位はウルトラマン銀河 S の1話怪獣 EX レッドキング SD。 大怪獣バトルに出てきたあのぶっ飛んだ壊れ性能の EX レッドキングほどではないにしろ、1話怪獣としてはかなりの強さを誇っています。ビクトリーとも銀河とも戦って特別追い込んだとか惜しかったとかではないんですけど、とにかくタフネスがすごいです。2人のウルトラマンと連戦してかなりの打撃を受けまくっているにもかかわらず戦い抜きました。 SD とはいえ地面をぶん殴って炎を走らせるフレイムロードなどの必殺技も披露した EX レッドキング SD が10位にランクイン。9位はウルトラマンオーブの1話怪獣風の魔王獣マガバッサー。かつてウルトラマンメビウスに封印された風を司る魔王獣です。飛んでるだけでとんでもない突風が巻き起こるだけではなく、台風を同時に7つも発生させたり砂漠に雪を降らせたり異常気象を引き起こしまくりました。マガ嵐やマガ衝撃波など風を使った必殺技はもちろん鍵爪などの物理攻撃も非常に強力です。ウルトラマンオーブとも2度にわたって戦闘を行って激しい空中戦を繰り広げたマガバッサーが9位にランクイン。8位はウルトラマン80の1話怪獣月の輪怪獣クレッセント。ウルトラマンレオがブラックスターの侵略を阻止してから5年ぶりに M78 ワールドに現れた怪獣です。地底を70キロというスピードで掘り進めながらマグニチュード8という大地震を起こすパワーに加えて目から放つクロストエンドという熱戦が武器です。ウルトラマン80名物のよく喋ることで有名なナレーションに80は最後の力を振り絞ったと言わしめるほど80をかなり苦しめるところまで行きました。マイナスエネルギーによって誕生したクレッセントが8位にランクイン。7位はウルトラマンエースの1話怪獣ミサイル鳥獣ベロフロン。怪獣よりも平均的に強いとされる鳥獣の第1号で、全身に武器が仕込まれまくっている危険なやつです。口からは高熱の炎を吐いて、手からは金縛り光線や砲弾をぶっ放して全身からミサイル、口からもミサイルを撃つことができて攻撃手段のデパートと化しています。ウルトラマンエースとの戦闘では最初は全く歯が立たなかったんですけど、火炎放射と金縛り光線とビームのコンボで形勢逆転して、その後もエースを一時ボコボコにしてピンチに追い込みました。記念すべき鳥獣第1号のベロクロンが7位にランクイン。6位はウルトラマン太郎の1話怪獣宇宙大怪獣アストロモンス。怪獣よりも平均的に強いとされる鳥獣よりもさらに強いとされる宇宙大怪獣で、鳥獣オイルドリンカーを丸飲みにして見事カマセイヌにした強豪1話怪獣です。50メートル級の生物をお腹の穴で丸飲みしたり、その穴から溶解液を出したり、右腕のムチと左腕の鎌で攻撃します。それに加えて見た目に反して高速で飛行できたり、地底も掘り進めることができます。東光太郎が持ち込んだ球根が成長して誕生した怪獣で、光太郎に噛みつかれたりナイフで刺されたりいろいろあったアストロモンスが6位にランクイン。5位はウルトラマンダイナの1話怪獣超合成獣ネオダランビア。ダランビアの破片と火星開発プラントの残骸とスフィアが合体して誕生した怪獣です。角から破壊光線を放ったり、右手を触手のように伸ばして敵を捉えて高圧電流を流すなどしてウルトラマンダイナを苦しめました。それに加えて強力な亜空間バリアを張ることができて攻守のバランスが非常に優れています。後にネオダランビア2が登場したり、亜種の怪獣がウルトラマン銀河の1話怪獣になったりしたネオダランビアが5位にランクイン。4位はウルトラマン Z の1話怪獣凶暴宇宙ザメゲネガール。この巨大な口で何でも飲み込んでしまうという性質を持っていて、
小惑星や怪獣なども飲み込んでしまうほど見境ないです。飲み込んだものを吐き出したり、口から破壊光線を吐いたり、背中から砲弾を出して攻撃します。それに加えて背中のジェット噴射によってかなりの高速で移動することができて、見た目に反して機動力も高いです。まだ未熟だったとはいえ、ウルトラマン Z とセブンガーが2人がかりでもボコボコにされるほどの戦闘力で、光の国を襲撃して結果逃げ出せているなど、1話怪獣としての実績が凄まじいゲネガーグが4位にランクイン。3位はウルトラマングレートの1話怪獣、邪悪生命体ゴーデス第1形態。1話にも登場しているけど、シリーズ通しての敵であるトレギアとかカルミラは今回考慮外なのに、ゴーデスはインカイってかなりグレーだとは思うんですけど、一応ラスボスではないし第1形態としてのランクインなのでギリセーフということでお願いします。ゴーデスは宇宙の全ての生物を自分に取り込んで滅ぼそうとしたかなり壮大な目標を持った悪魔のような思考と見た目の怪獣です。80メートルを超える体と触手とか無知のようになっている腕を武器に、一時はウルトラマングレートをダウンさせて意識を飛ばしました。グレートが気絶している間にゴーデスが宇宙船を破壊して、そのことでグレートがブチギレてゴーデスが劣勢になったので、もしかしたら普通に戦っていたらグレートに勝っていた可能性もあるゴーデス第1形態が3位にランクイン。2位は平成ウルトラセブンの1話怪獣、宇宙怪獣エレキン3代目。代名詞である電撃頼みだったこれまでの個体に比べて、シンプルな腕力、パワーでもウルトラセブンを圧倒できる実力を持ったエリート個体のエレキンです。尻尾攻撃やパンチやラリアットでセブンを吹っ飛ばしたり、いつも通りの強力な電撃や手から放つ高熱のガスを駆使してセブンを敗北寸前まで追い込みました。人類の援護によって結果敗北しましたが、怠慢だったらあのままセブンに勝っていた可能性が高いエレキング3代目が2位にランクイン。1位はウルトラマンレオの1話怪獣、双子怪獣ブラックギラスとレッドギラス。トラウマになっている人も多くいるあのウルトラセブンの足ボキボキ事件の実行犯です。2人が協力して出すギラススピンという技が非常に強力で、セブンのアイスラッカーを弾き飛ばす防御力を保ちつつ、そのまま攻撃することもできる攻防一体の技です。ウルトラマンレオやセブンと合計3回も戦った1話怪獣とは思えないような強豪怪獣で、この2人によってウルトラセブンは長い間戦闘不能に追い込まれました。セブンを倒しただけではなく、マグマ星人と一緒にレオの故郷である獅子座 L77 星雲を滅ぼした怪獣でもあるブラックギラスとレッドギラスのギラス兄弟が堂々の1位。はい、こんな感じの結果になりました。5位以下は順番は全然入れ替わってもいいのかなという感じですね。1話怪獣はそのシリーズの始まりの怪獣なので、強さだけじゃないいろんな魅力がある思い出深い怪獣が多いですよね。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。